今日は自民党総裁選第4弾です。いろんな方が手を挙げてきましたけれども、今日は若手のお二人を取り上げたいと思います。小林鷹之さんと小泉進次郎さんですね。で、この最近誰が手を挙げてどれぐらいこの人気があるかというのは、これは TBS の調査ですね、テレビ画面からですからちょっと、絵が鮮明ではないんですけれども、今のところ実に、12人手を挙げるんじゃないかなんて言われてますけれども、人気投票ではトップが小泉進次郎さんですね。そして2番手が石破さん 23.1%、 それから3番目が高市さんで 9.2%、 そして4番目が河野さんで 6.4%、上川陽子さんが 6.1% と、こんな感じなんですけれども、小林鷹之さんは 2.8% ともう低いですね。小泉さんが 28.5% でトップ、小林さんは 2.8% と、要するに国民的に、トップクラスの人気がある小泉進次郎さん、それはもうお父さんが、首相でしたしね、もうこの代々4代目ですかね、政治家の家系で、サラブレッドでありますからみんな知ってるということですね。それから滝川クリステルさんと結婚して、これも総理官邸までご報告に行くようなことで、大変、知名度が上がる、テレビメディアにとっては格好の材料なんですね。ですからぐんぐん人気が上がっていってると。で、小林さんの方はもう対照的にこれはもう叩き上げて、東大法学部出て、そして大蔵官僚になって、そして政治を志したと。非常に優秀であることは確かです。だけどいかんせん知名度がないという、こういうその有名な小泉と無名な小林というこの2人なんですけれども、私は不安と期待両方あると思います。やっぱりですね、世界中見ても若い世代がどんどんトップクラスの大統領になったり首相になったりしてる。やっぱり日本も若い世代が出てきて頑張るということがないといけないですね。だからそれだけに、みんな期待するということなんです。で、しかし反面ですね、やっぱ若いっていうのは経験が足りないということがあるわけですね。で、これは私も政治の世界に身を置きましたけど、ただ学業成績優秀だけじゃダメで、人間相手の仕事ですから、やっぱり経験がないといけない。で、どんな仕事でもそうですけども、やっぱりスタートして何年もかけて、いろんな知識とか技とかを身につけて、そして一人前になっていくわけですから、政治の世界は全く同じなんですね。大臣になるまでにいろんな経験ある。で、党の中で、いろんな党務をこなしていく。そして仲間を増やしていく。それで総裁候補になるわけですから、お二方とも大臣の経験はありますけど、ちょっとやっぱり党の経験が足りない、官庁クラスの仕事をしていないということがありますね。それからあとはどれだけ地方を回ってるか。日本って広いですから、そういうこともこれは一つの課題になると思います。そういうことでですね、じゃあお二方の政策はどうなのかということをちょっと一緒に見てみたいと思います。で、これは日経新聞が上手に、お二方の政策をまとめてますけれども、小林さんから見ていきましょうかね。で、自民党は生まれ変わる、世界をリードする国へということで、経済を財政に優先させるということですね。で、新日本創造計画で、地方に大胆に投資すると。で、やっぱり物価高をしっかりやりますよと。社会保障も改革します。若者の手取りを増やします。それから外交戦略、
これで、しっかりとグローバルサウスと米を橋渡しすると。それから憲法改正をやって緊急事項自衛隊との明記ということですね。で一方小泉さんの方はもう自分が首相になったらもうすぐ解散するということです。それからずっとここのところ問題になっている政治資金の改正の問題、政策活動費を廃止する、これは候補によって賛否両論があります。それから安倍派を中心に不記載の議員がいたんですけども、これは選挙で信任を得るまで要職に起用しないと。そうすると安倍派含めて何言うかということがあると思いますね。それからあとは実力主義と当選回数関係なくて、自分が若いですから、それから、労働市場の改革で解雇規制の見直しということ、これもですね問題があるのは、要するに首を切りやすくすると。経営者はいいけど切られる方はどうなんだということで、これは特に立憲民主党なんかが猛反発すると思いますね。労働組合が背後にいますから。であとライドシェアの解禁とか年収の壁、このパートの方々のですね、それを撤廃する。それから選択的夫婦別姓を認めると、非常なリベラルな話をもう1年以内に全部やるっていうんですよ、これ。で憲法改正とか日米同盟強化ということなんですけれども、ちょっとこれだけでは分かりにくいんで、この2人の政策の違いの特色が出てるのが、やっぱりここに先ほど申し上げた選択的夫婦別姓という、小泉さんさっき言ったようにもう1年以内に成立させると。でところが小林さんはちょっとこれみんな理解してないんじゃないかと。でこっちが右が右寄りの保守、左が左寄りのリベラル左派ということで、小泉さんとか河野さんとか石破さんはどっちかというと賛成の方向だと。ところが高市さんとか小林さん、これは反対、非常に保守色が強いわけですね。で茂木さんは中間、林さんも中間なんですけど、この選択的夫婦別姓の問題が一番分かりやすいんですけれども、もう完全に2人の政策が分かれてる。だから簡単に言うとですね、若手でリベラルの代表が小泉さん、そして若手で保守派の代表が小林さんと、こういう位置づけになるんだと思います。でこれから総裁選でいろいろ議論があると思いますけども、今言ったような点についてお二人がどういう論戦をするかということなんですね。それからもう一つ注目したいのは、小泉進次郎さんは菅義偉元首相が支援している。これはもう横浜の街頭演説で明確に言いました。同じ神奈川です。そして菅さんが小泉さんに支援する。だから私は小泉内閣ができたら菅さんが副総理クラスで要職に就くんだろうと思ってます。それから菅さんの仲間の梶山さんなんかが官房長官とか幹事長とかそういう重いクラスに就くんじゃないかなっていうことで、あるメディアに、小泉進次郎内閣の組閣名簿作ってくれってんで、作りましたけど、そういう感じですね。で小林さんの方はですね、非常に優秀です。でそれから、若手に聞くと人柄も非常にいいということでですね、若手がこれを推しているということなんですね。それで小林孝之さんっていうのはたまたま私と誕生日が全く同じなんで、11月29日の生まれなんで、そういう意味で誕生日同じ人ってなんとなく親しく感じるんですけど、問題はやっぱり知名度がない、経験が足りない。だから私は今回簡単じゃないと思いますけど、これを機会にもっと研鑽を重ねていってですね、日本のために働ける政治家に成長してもらいたいと思います。そして小泉さんは器用方変賛否両論あります。しかし今自分が置かれている
非常にいいポジション、これを使って日本を大きく前に進めていく。若いからダメだってことでもない、経験が足りないからダメだってことでもない、なってしっかりやるってことが大事なんで、この2人はですね、いろんな不安もありますけども、若さということで、その突破力で今の閉塞感に漂う日本を変えてもらいたいと、こういう期待をしたいと思います。